皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修司です。今回はですね、将棋王座としました対局の解説編になります。そしてですね、今回から、この大盤をですね使ってですね、解説をしていきたいと思いますので、ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ではですね、解説の方を早速始めていきたいと思います。今回ね、この大盤を使ってやっていくんですが、私の先手で、7六歩からスタートしました。で、相手の方3四歩、2六歩とね、私は今回ね、居飛車で行こうという方針でした。で、相手の方が4四歩とね、まあ、ここで8四歩とつけば、横歩取りとかね、ちょっと相掛かりとか、まあ、あれですね、居飛車系のちょっと激しい戦型がね、予想されたんですが、まあ、4四歩だったのでね、まあ、振り飛車模様のね、まあ、スタートではありますね。そして、まあ、4八銀と上がりまして、4二銀と。まあ、振り飛車模様とは言ったんですけどね、これ近年こういう指し方がまあ後手番で増えていまして、場合によってはね、雁木、まあ、振り飛車もちろんそうなんですけど、雁木や矢倉のね、いろいろ作戦が考えられるので、まあ、このスタートの時ね、先手番の時はですね、まあ、相手の、まあ、後手のね、作戦が、まあ、振り飛車であるのか、居飛車であるのか、まあ、どちらか確定するまではね、どちらにも対応できるような、気持ちで指しておくことが大事ですね。はい。で、5六歩。で4三銀ですね。まあこれ4三銀によってね、矢倉がまず否定されました。まあ矢倉の形ですとね、2五歩について3三銀という形を作っておくのがね、まあ矢倉戦ですので、まあ、4三銀と縦に上がったことで、まあ矢倉のね、形はなくなったんですが、まあ依然としてまあこれ一見すると飛車はあってね、振り飛車になりそうなんですけれども、まあ先手としてもね、振り飛車に確定するまでは、まあ先ほども言ったんですけれども、まあどちらにも対応できるように組んでおくことが大事です。で、4六8玉と。まあ逆にね、これをまあ雁木だと勝手に決めつけてね、しまってこう銀とかかってしまうと、まあこうやってもね、別に悪い手ではないんですが、6八銀だからと飛車を回られた後に、まあ少しね、こう、駒組みをしづらくなる場合がありますので、まあ先ほど言った両方に対応できるようなっていうのは、まあこういうところにありますね、まあ6八玉と。で、まあこの手に対してね、相手の方がね、8四歩とついてきましたね。まあこれでもう一転して居飛車の雰囲気なんですけれども、まあこの6八玉にね、まあ対応した意味がありますね。まあ6八銀ですとね、銀の形ですと、先ほどね、4二飛車で駒組みがしにくくなると言ったんですが、6八銀に8四歩ですとね、まあ、これ普通にこう8五歩に7七銀と受けやすい形ができていますので、まあ、6八銀の方がこう8四歩に対応しやすいと。で、逆に6八玉ですと、この8四歩の時に、まあ、若干ね、角の頭が受けにくくなるということで、まあ、8四歩はまあ、機敏な一手ということでもないですけれどもね、この6八玉にこうした手と言えると思います。そして私は、7八銀と上がりました。まあ、これもね、7八玉というと、まあ、8五歩と突かれてね、ちょっとこの角の頭ね、まあ、7七角と受けたりすることもでき、まあ、こういう形もあるんですけどね、まあ、飛車の先はやはり、金銀で守りたいということで、7八銀と上がってね、形を作りました。で、ということは7二銀とね、まあ、陽動振り飛車模様って言えばいいんですかね、まあ、この7二銀でね、まあこう6二銀とこちらに上がる方がね形としては多いんですが、7二銀と上がりまして、まあ、本譜に見られるようにね、この銀がまたちょっとくせ者というかね、先手としては要注意な銀になります。で5八金、9四歩と。で要注意の銀といったのは、これ9六歩とね受ける手ももちろんあるんですが、受けると8五歩と突かれて、まあ、7七銀と受けた後にこうで銀が棒銀に出てくる可能性がありますね。なのでまあもちろんね、棒銀をされて苦しくなるかというと難しいんですが、まあ9四歩ちょっと受けにくい意味がありますね、先手としてはね。で、これを受けずに9九玉と、7九玉と下がりました。で、相手の方は9五歩とね、まあ受けてこなかったので突き越すというね、まあ一つのポイントではあるんですけどね。で、7七角と。まあこれはそうですね、玉をこう使った場合は角を、まあ、このルート、あるいはまあ1個上がっとく形が自然でしょうね。まあ引いて使う形がなかなかできないので。はい。でまあ、7七角というのは実は、こう8八玉と入る手を見せつつ、次先手の番ですとね、2五歩と突いて、3三角と仮に受けた場合に6八角というね、こう応援して2筋をね攻める手が出てきております。で、まあ、ここは手が広かったですね。まあ、3二金と上がってしまって、まあ、例えば2五歩に、まあ、4一玉という感じですとね、まあ、居飛車の雁木のような戦型ですね。で本局はここで8三銀とね、まあ、これがまたちょっと変わった手なんですけれども、まあ、この8三銀の意図としましては、2五歩3三角6八角の時に2二飛車とね、こう銀が上がったことによってこちらに回って受けれるよってことですね。2四歩の数の攻めで飛車角で対応しようという考え方です。回る手を出すために銀が上がったと。
ですので、私は8三銀に5七銀と上がりました。この5七銀は、銀が3段目に来たので3段目で合わせたという意味ですね。はい。で、7四銀と出ました。この銀手がね、微妙なところでしたね。結果論ですけど、本局のように進むであれば出さないでね、銀を出ないで、例えばすぐに、飛車を4二か3二かですね、回ったりして、駒組みを進める手もあったと思います。実際は7四銀と出て、場合によってはね、こう6五銀と、使ってくる。角の頭ですからね、先手としては、嫌なところではあるんですが、5七四銀に私の方6六銀とね、今まで、私のこの、YouTube のチャンネル内でもね、何回か、こう、解説させていただいたんですけれども、銀の位置をね、基本的にはこう、なんですかね、スピードを合わせておくと、一気の速攻というのは食らいにくくなりますね。極端に言うと、この銀がこう、下の方にいますとね、こう、6五銀のような形になると、こういうね、やっぱり歩を取られてしまう、これだけで、負けてしまうということはないんですが、やはりこう、なんていうんですかね、相手に積極的にね、ちょっと押されてるような印象になってきますので、銀の位置をね、こう、歩幅を合わせておくとね、一気に攻略されるということが多分減るんではないかなと思います。で、6六に対して、3三角と上がりました。で、2五歩と。これは、この2手はね、ちょっと駆け引きがありまして、後手としてはね、こう、8五銀と出る手が一応あるんですよね。ここの歩を狙ってね、こっちは出れないんですけど、ただこの時6八角と引いた時に、この2筋をね、攻める形を、作られないようにした手と残しておく手なんですよね。なので、例えばここの局面でですね、銀が出ると角を引いて、歩を取った時に2四歩とね、こういう反撃ができるということですよね。この歩を取られても、玉のね、2筋を攻めれると。はい。ですので、8五銀といく手を、あったとは思うんですけれども、ここで、相手の方は自重して、2二飛車とね、回りました。はい。で、私は6八角と。こうなるとね、私の方も先手としてもね、一安心ですね。8五銀と仮に来ても7七銀引くとね、がっちり受けることができますね。はい。ですので、相手の方はここでね、ここからね、持久戦になります。7二金と上がりましてね。ちょっとここまでね、すごく陽動振り飛車というね、こう、か乱作戦までいかないですけど、こう、揺さぶりをかけていましたけれども、先手が結構しっかりした形に組まれてしまったんでね、こうなってしまうと、囲い合いになりますね。7二金と。7二金に対して私は3六歩。で、6二玉。7七銀と引きました。でですね、ここで8三銀と引いたんですよね。で、この局面だけを見れば、8三銀っていうのは、非常に自然な手なんですよね。なぜかというと、こう銀がこう符号子銀に出ていまして、銀2枚のうち、こちらが攻めの銀なんですけど、こちらは基本的に守りの銀なので、前に出てるよりは下がって、本譜に見られるように歩をついて、こう桂馬をね、銀冠の形を作りたいんですよね。ただですね、これ数手前に、7四銀と出た形なので、これで8三銀と引くんでしたら、先ほど解説したようにすぐにね飛車を回って指したのが良かったんではないかということですね。これ結構あるに近いかもしれないですけど、この手損が実はね地味に響きましたね、この後ね。はい。で、6六歩。私の方はね手損なく、駒組みを進めていきます。この辺りはね、お互いにこう速攻の形ではなく、囲い合いになったんですけどね。で、8八玉と。で、5二金。この2手分少しね手が遅れてるような感じです。手損がなければこれぐらいのね形になっているようなところですね。はい。で、5二金に、9八香と。これはある意味手損というかね手得した部分を生かしてますね。先ほど言ったようにこの形になってますと、仮にこう8五桂と飛ばれてもですね、こう8六銀の形になった時にね穴熊に組むのが結構難しい形なんですよね。本局はこう桂馬はまだ飛べてない形なのでね、ノンプレッシャーというかね、プレッシャーなくこう穴熊に目指せるということになります。で、6四歩、9九玉、7四歩。形勢自体はね難しいんですけどね、やっぱり穴熊にこうすんなり組めるというのはね、やっぱり現代のね将棋でやっぱり硬い囲いに組むというのは一つのポイントでもありますので、この辺りはね作戦的に居飛車が成功しているかなというところですね。で、8六と。これはさらにね、硬い銀貨穴熊、この状態でも非常に硬い穴熊なんですが、さらに端攻めをね、警戒するような銀貨穴熊への駒組みの振り替えです。で、4五歩。こうなっていると、進んでるとね、序盤の駆け引きあったんですけど、振り飛車対ね、居飛車の勝利になったんですけどね。ただやっぱりこう手得、繰り返しなんですけど、手得した部分でちょっと先手の手の方がね、通常の形より進んでいるような形になっております。で、8七銀、6三金、7八金とね。どうなんでしょうね。通常の戦いですと、
これぐらいなね形が多いですよね。おそらくね振り飛車対居飛車こういうぐらいの駒組みが多いと思うんですけれども、手得した分ね結構かなりがっちりとした形に、組めてますね。はい。で、6三金に、7八金5四銀ですね。ただこの5四銀が一つの形でして、この角と銀を使ってここのね地点を攻めるというのはこれ油断ならない手ですね。ここでのんびりね、例えば端とかついてしまうと、ここでもあるんですけどね、ただ6五歩と突かれて、この仕掛けはね常に警戒しておいてほしいところですね。同歩同銀となりますと、角銀でねこの地点を狙われますね。でこう押さえられてしまうとね、例えばこういう展開になってしまうとね、いくら穴熊堅いと言っても、どんどんね、攻められるような手が出てきますので、出てきた時にね追っ払いたいんですが、角が効いてますんで同銀とねひるまずに来られて、こう例えばですね仮にこう進みますと、いくらもともとね穴熊硬いといってもね、相手の方の銀冠も非常にいい形ですので、この展開はもうちょっと穴熊の方がね苦しくなってしまいます。ですのでこの場合も繰り返しなんですけどね、やはり相手の銀のね出足を注意することですね。ここにいるうちはね3段目なんでいいんですが、4段目に来た時はやはり攻めてくる場所を考えると。こう縦に来る分にはねどうもないんですが、こうなってくるとここの地点がねやはり攻められそうだなということで、5七角と、1六歩と突かずに5七角とね、これが受けの形ですね。で6五歩同歩同銀と来たんですが、6六歩と打ってね、これね一目瞭然ですね。角金で角銀に対応してますよね。これ以上取ってくる進むことできないので、相手はまた5四銀と、引きました。で、それで1六と。ここが本局ね結構ポイントになりましたね。ここで、6五歩とね、実際勝負に来たんですけれども、ここで1四歩とか、6二金引とか、何かね手待ちをするような手ですと、一局の将棋でしたね。1四歩ですから、1四歩と突いて、例えばこの1六っていうのはこう3七桂を飛ぶ準備ですね。3七桂を飛ぶとこう1五角と出るような手があるので、1四歩1六歩1四歩に3七桂ぐらいな感じになると思うんですが、これで例えば6二金引とかね、ちょっと手待ちしておいて、私も硬いんですけどね、銀がこう守備側についているので、こちら側で攻めになるかどうかというのがポイントですよね。これはおそらくほぼほぼいい勝負な感じだったと思うんですよね。はい。もちろん相手の方もねこの展開は、考えたとは思うんですが、本局はね6五歩とね、これはちょっと勝負手に近いですね。もうこれで同歩に同銀ですとね、6六歩と打って先ほどと同じ、これは一手パスというね感じになるんですが、同歩同桂とね、結果的に言うとこの攻めは若干無理筋だったんですが、指してるとねこういう攻めはすごくね嫌なとこですよね。で同桂にこの時に角をね逃げる場所がポイントですね。もう攻めてきた時、こういう時はゆっくり考えた方がいいですね。もう手拍子でどっかねうっかりこう逃げてしまう、6八で逃げてしまうと6六と打たれて、これはね飛び上がっちゃいますね。角の利きが強力で、どこに行っても金取られてしまうのでね。なので4八角とねこちらに引く手がいい手になります。で次にですね6六歩と打てると、飛んできた桂馬をね捕獲することができるんですよね。なので相手の方はねこう桂馬がこう飛んだんですが、調子いいように見えて、この後どんどん攻めていかないと守りの桂馬をね歩で取られてしまうので、結構忙しい局面と言えますね。そこで相手の方は6六歩とね、これ手筋の一手ですね。数はね角金対角で足りてないんですが、同金と取らせることで6六にね歩を打たれる手を一手ね、消しているわけですね。これをね同角で取る手も考えられるんですが、同角ですと同角同金に5七桂成となっておけば、一応ねこう桂馬がさばけた形になりますので、これ一定の戦果がね後手にもあったと言えるでしょうね。ですので私の方は同金と6六歩に同金と応じました。でね、こう一回こう6六歩の手が消えたんですが、ただし次に私も来るとまた金を引いてね、地道な作業なんですけれども、引いて歩を打てればいずれにしろ桂馬が取られてしまうということで、一定のね一手のこう余裕を得たんですが、この局面もやはり振り飛車が何か動かないといけないと。そして4六歩、ただこれは手筋ですね。同歩に4二飛車と、これはもう本当振り飛車の手筋でございます。でこの局面ですね、4六飛車と走ってくる手が非常に嫌な手なので、3七角とね受けたいんですが、3七角と上がると6六角とね金を取られて、困ってしまいます。でここではですね6七金引くと、これがねこの場合のいい手になりましたね。こう4六飛車と来られて困りそうなんですが、
3七角がね綺麗なカウンターパンチですね。こう王手飛車取りになるんですよね。こう玉のね守りの駒を攻めに使うと結構こういう手がねリスクなんですよね。要するにこう攻めとして好調のようでも守り駒が離れるということなので、こういう王手飛車取りのような筋がね発生するということになります。ですので、4六飛車とね、この6七金は間接的にねこう4六飛車を防いだわけですね。で7三金により取りました。これは次に4六飛車よと走ろうということですけれども、この時にねこう焦って歩を打つと飛車を走られて、桂馬は取れてもね飛車を成られて結構嫌な形になるんですが、これで3七角と上がりまして6六我慢してですね、ここでようやく受け切りがはっきりしてきましたかね。一歩あればね6六歩と打つ手があって安定するんですが、今現状歩がないので逆に6六歩と打たれてしまうと守りの桂をね繰り返しなんですけど歩で取られてしまうので、古代の方はね9六歩と勝負手ですね。同歩同香と、これはもうちょっと辛いですけどね、とにかく一本欲しい、他にね手に入れる場所がなかったのでね、こういうとこついても同歩なのでやむを得ない攻めではあるんですが、同香と取りまして、6六歩とね、この歩は念願の待望の一手なんですけれども、金を引いて今度ねこの歩は安定したんですけど、この端のね借金というかなんていうんですか、借金って言い方もないですかね、傷が大きいですよね。で6三銀と引いたんです。これ以上と攻めがないんですね。桂馬は安定したんですけどね、もう一歩攻めがないと銀は下がったんですが、9四歩と打ったところでね投了と、ちょっと早めの投了になったんですけれども、今までね解説した流れの通り、桂馬をね飛んで仕掛けていった手が不発に終わったわけですね。でこの桂馬を助けるために端で今日捨てたんですけれども、その端をね逆襲されてしまうという、流れとしてはもうかなり厳しい流れなんですよね。で王様が詰んでるわけではないんですが、次に9三歩成から8三とと取られますと、今香損なんですけどね銀損に変わってしまいます。ですのでこの局面でね9二歩と受けれればまだねこう香損で踏みとどまることはできるんですが、現状ねこう繰り返しになってしまうんですけど、歩切れにね、苦しむ状況でここに受ける歩はないんですよね。9二銀のような受け方はあるんですが、これもこう穴熊をね再生しながら9八香とかね打たれるともう9三歩成の攻めが受かりませんし、もう攻めがね逆に言うとこの局面で9三歩成をね上回るような攻めが振り飛車側から繰り出すことも難しいということで、これねちょっと解説ね見てる方が王様詰んでないのになんでかなと思われる方いると思うんですけれども、仕掛けが不発に終わってもここからね形勢のね改善が見られないということで投了もやむを得ないと思います。はい、いかがだったでしょうか。今回はですね将棋を大勢指しました対局の解説編をお届けいたしました。今回からねこの大盤を使っての解説になったので、盤面に、こう表現しながらね解説することができるので、よりね分かりやすくお伝えできたんではないかなと思っております。はい、この番組良かったと思われる方はグッドボタンをチャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた、さようなら。